こんにちは。野菜の日チャンネルです。今回はふわふわの生地にリンゴをたっぷり入れた大きなアップルリングの作り方をご紹介します。簡単な生地作りで美味しくボリュームのあるパンが焼き上がります。ぜひ作ってみてくださいね。用意する材料はこちらです。リンゴのグラッセを作ります。リンゴは皮を剥いて芯を切り取り、5ミリの厚さのいちょう切りにします。この状態で 300g にしてください。耐熱ボウルに入れて、砂糖とレモン汁を入れて混ぜ合わせます。リンゴの表面にラップを乗せるようにして、600ワットの電子レンジで6分加熱します。加熱が終わったら皿などに広げて冷ましておきます。パン生地を作ります。容器にバターを入れて熱湯を加えて溶かします。バターが完全に溶けたら牛乳を加えて40度くらいの適温にします。ドライイースト、砂糖、塩を加えて軽く混ぜます。強力粉を加えて粉と水分を混ぜ合わせていきます。水分を混ぜ込んだら、生地を伸ばしたり、上下を返すようにして混ぜてください。粉っぽい部分がなくなったら、生地の形を整えて容器の中心に置きます。密封して2倍の大きさになるまで発酵します。今日はオーブンの発酵機能45度で30分を目安に一次発酵を取ります。生地が十分に発酵したら、打ち粉を振って台に取り出します。生地の表面に打ち粉をつけてガス抜きをします。数回折りたたんで生地が張ってくるまで気泡を出してください。次に3等分に切り分けます。切り分けた生地のシワのない部分を張らせるようにして丸く形を整えます。裏側の生地を留めておいたら、このまま5分レンジタイムを取ります。型の準備をします。18センチの丸型に油を塗っておきます。プリン型などにオーブンペーパーを巻きます。
型の中心に置いてリング状に焼くためですので、プリン型がなければ筒状のものを用意してください。シフォンケーキの型でも作れますが、生地が張り付かないようにしてください。休ませた生地を手で押して伸ばします。厚さが均等になるように生地を引っ張りながら伸ばします。綿棒で10センチ ×20 センチを目安に伸ばしていきます。綿棒を使う前に手である程度の大きさに伸ばしておくと形が整いやすくなります。綿棒は生地の表面を軽く押すようにすると厚さが整いやすくなります。生地の四隅を軽く引っ張って角を作ってください。生地の角をしっかり作っておくと巻いた時に太さが整います。リンゴの水分を切って伸ばした生地に乗せます。奥の生地を2センチ開けて重ならないように広げてください。手前の生地を1センチ折りたたんでリンゴを巻き込みながら軽く巻きます。巻き終わりの生地を指でつまんで留めます。生地が長くなってしまったときは、両端を押して10センチくらいに整えます。全部巻き終わったら1個を半分に切ります。渦巻きがきれいに見えるように断面を広げてください。手で押して高さを整えます。用意しておいた型に断面を上に向けて均等な間隔で並べます。並べ終わったら生地の高さが均等になるようにもう一度手で押して整えます。型にシャワーキャップをかぶせてオーブンの発酵45度で2倍の大きさになるまで2次発酵させます。このように型から少し出るくらいまで十分に膨らんだらオーブンの予熱を始めます。表面に卵液を隙間なく塗ります。発酵時間はその環境によって変わりますので、できるだけ時間に余裕を持って十分に膨らむまで待ってください。すぐに190度に予熱をしたオーブンで25分焼きます。これで焼き上がりです。こんがりいい焼き色がついて美味しそうに焼けました。焼き上がったらすぐに型から出して冷ましてください。大きなパンは型のまま置く時間が長いと側面がしぼみやすくなります。パンを冷ましている間にアイシングを作ります。
粉砂糖に水を加えて混ぜます。硬かったら少し水を加えてゆっくりと流れるくらいの硬さにします。柔らかくなりすぎたら粉砂糖を足して調節してください。100円ショップでも買える小さな絞り袋に入れると便利です。パンが完全に冷めたら表面にアイシングをかけていきます。絞り袋の先端を5ミリくらい切るとちょうどいいと思います。これでボリュームのあるふわふわのアップルリングの完成です。しっとり柔らかいパンの中にはリンゴがたっぷり入っていますので、どこを食べてもリンゴが出てきます。みんなが大好きなパンが家庭でも美味しく作れますので、ぜひ挑戦してみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは自宅で気軽に作れる美味しいパンや料理の作り方をご紹介しています。チャンネル登録して次回の動画もぜひご覧ください。